世界で最もハンサムな顔など世界中が注目する数々のイケメンランキングで上位を独占してきたテテ。端正な顔立ちが注目されやすいですが、実は誰よりも繊細で優しい性格をしているのです。今回はそんなテテの優しさがわかるテテの気遣い7人で BTS なことを率先する優しさに涙。エピソードまとめをお届けします。繊細でピュアなテテだからこその可愛らしい行動にぜひ注目してください。繊細なテテだからこその気遣いエピソード。端正な顔立ちで一見ミステリアスな雰囲気のテテですが、今までに数々の奇想天外な発言や行動で BTS メンバーやアーミーたちを驚かせてきました。そんな5歳児のような姿からさぞかし自分勝手な性格だと思ってしまいますが、本当のテテはとっても優しくて繊細。心が綺麗すぎてメンバーからテヒョンは汚れていないと言われるほど。そんなピュアなテテは持ち前の優しさでメンバーたちを癒してきました。ラスベガス公演で怪我したジンのスペースを空けるテテ。2022年3月19日、ジンが指の手術をしていたことを所属事務所ハイブからファンコミュニティプラットフォームのウィバースにて報告されました。早期回復に努めるため、ジンは BTS パーミッショントゥーダンスオンステージ、ラスベガスでのパフォーマンスは制限されることに。本番の舞台では踊っている他のメンバーと距離を取り、椅子に座りながら歌っているジンの姿が映し出されていました。そんな中、DNA を歌唱中にテテが見せたジンへの気遣いが大きな注目を集めたのです。それはメンバーが手をつなぎ合い、DNA の世界観を表す振り付け中の出来事で、テテはわざとジンのスペースを空け、離れて座っているジンを見つめながらパフォーマンスしていたのです。観客からはほぼ見えない位置での出来事だったので、正真正銘人への気遣いだったことがわかりますよね。そしてこの2人のパフォーマンスは連日行われており、お互い嬉しそうにアイコンタクトをとっている様子が SNS で拡散され話題になりました。テテはいつも周りをよく見ていて、今回のラスベガス公演でパフォーマンスが思うようにできず不安になっていたジンが気になったからその行動だったのでしょうね。そしてテテはもう一つジンへの気遣いを見せたのです。それはコンサート終盤でのメンバー一人一人が感想を話すシーンでの出来事でした。ジンは僕の怪我のせいでメンバーに迷惑をかけてしまってと申し訳なさそうに話し出すと、テテは急に立ち上がり、迷惑じゃないですとすぐにフォロー。他のメンバーもそんなことないと言わんばかりのリアクションで、彼らのチームワークの良さが感じられましたよね。その後のパーミッショントゥーダンスでのパフォーマンス時も、ジンとのスペースを空けるように、チョングクを端に誘導したりと、常に気を配ってあげていたテテ。ステージの上では、自由に駆け回り、天真爛漫な姿を見せているテテですが、注意が必要なところには、きちんと目を光らせており、彼のプロ意識の高さにも驚かされました。今回のコンサートで、ジンのことを気遣っていたのはもちろんテテだけではなく、他のメンバーも靴紐を結び直してあげたり、ペットボトルの蓋を開けてあげたりと率先して手助けをしている姿にも心打たれましたよね。シュガが不在の取材でもスペースを空けるテテ。2020年11月6日にメンバーのシュガが休養のためニューアルバム BE の活動への不参加が所属事務所ハイブから発表されました。シュガがなぜ休養したかというと、デビュー前の事故による怪我の後遺症で左肩の手術をしたとのこと。肩の手術は問題なく終了しており、リハビリに専念し回復に努めていると聞いたときは安心したことを覚えています。ちょうどこの頃は年末に向け多数の取材や音楽番組に出演していた BTS でしたが、ほとんどの番組にシュガの姿はありませんでした。BE をリリースした際、グローバル記者会見を行った BTS でしたが、この日もシュガは不在。すると、ここでも
テテならではのシュガへの気遣いを見せました。会見に現れたテテは、わざとシュガのスペースを空けたっていたのです。そして、テテとジンは、あたかも、その場にシュガがいるような肩を抱くポーズを見せ、彼らなりのユニークな気遣いを見せました。この会見だけにとどまらず、出演した音楽番組でも、メンバーたちは、シュガへの心温まる気遣いを見せます。それは、2020年に出演した FNS 歌謡祭での出来事で、この日も休養中のシュガは不在。そんな中、大ヒット曲ダイナマイトを披露した際のセットに、リアリティ番組インザスープでシュガが描いた絵が。しかも、テテがそのシュガが描いた絵の前に立ちパフォーマンスをし、その姿がシュガを恋しがっているように見えると、アーミーの間で話題に。いつもメンバーを大切にし気にかけているテテらしい行動でしたよね。また、カウントダウンテレビでは、不在のシュガを雪だるまに見立ててパフォーマンス。シュガのパートでは、雪だるまを囲んでダンスする BTS メンバーたちの姿が映し出されていました。7人メンバーの BTS は、パフォーマンスで一人でも欠けてしまうと、大きな空白を感じてしまいます。しかも、彼らは、シュガのスペースを埋めずに、わざと開けてステージをこなしていました。他の K-POP グループでは、フォーメーションを変え空白がわからないようにするのですが、BTS は逆にシュガのパートも埋めずにパフォーマンスすることで、シュガの場所はここと示しているかのよう。どれもシュガへの愛が詰まった行動で、彼らの絆の固さを改めて感じることができましたよね。ジョングクの挑発にフォローするテテ。2019年にデビュー以来初となる長期休暇を取得した後、海外スケジュールのためインチョン空港に現れた BTS。この時ジョングクが今までにない長めの髪をセンター分けにした最新ヘアスタイルを披露し、大きな注目を集めました。ロングヘアになったジョングクは大人の色気が増しセクシーな印象に。しかし、そんな最新ヘアスタイルはファンの間で賛否が分かれ、ネット上では様々な意見が投稿されました。ロングヘアの方がハンサムに見える。何をしてもあなたはハンサムと肯定的な意見だけではなく、ジョングクは髪が短い方が似合うと思う。美しいとは思うけど、髪を切ってほしい。元の髪型に戻すべきだと思うなど否定的な意見も。今までジョングクは爽やかなショートヘアが多かったので、突然のロングヘアを受け入れられないファンの方も多かったみたいですね。そんな中、インタビューを受けたテテがジョングクをかばうような発言をしていたと話題に。隣にいるメンバーの好きなところはという質問に、ジョングクよりロングヘアが似合う人を見たことがありません。次は、僕がロングヘアにしますと答えたテテ。ちょうど、ジョングクのロングヘアに対して意見が飛び交っていた時期だったので、もしかしてかばったのではと、アーミーたちの関心を集めました。テテの名言で、否定より肯定した方がいい日が多くなるという言葉通り、メンバーやアーミーに対して、いつも肯定的な発言をしてくれていますよね。彼の優しい言葉に救われた方も多いのではないでしょうか。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は常に7人でいることを大切にし、優しさがにじみ出ているテテのエピソードをご紹介しました。いつもメンバーのことを思い、支え合っている彼らの姿に胸が熱くなりましたよね。これからもテテの優しさエピソードに注目していきましょう。